皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ウクライナによるロシア本国に対する反撃作戦が今日も実施され、成果を上げています。一つ一つの攻撃では戦況全体を大きく左右するわけではありません。しかし、一回一回の攻撃、その成果の積み重ねといったものが全体の戦況に対する影響を与えていきます。ゲーム感覚で何か一つをやれば一気に事態が急変するといったような話ではありません。国家対国家における戦いというものは非常に小さな変化の積み重ねによって全体の状況が変わってきます。ぜひともそのような全体を俯瞰してみることをこのウクライナ情勢の変化から読み取ってください。というわけでウクライナによる今日の攻撃の様子はこちらの記事で紹介されていました。ウクライナはサマラ近郊のノボクイビシェフスク石油精製所とオレンブルクにあるロシア最大のガス処理工場を攻撃した。地元住民が撮影した映像はこちら。オレンブルクのガス処理施設の攻撃です。ウクライナ軍はロシアの燃料エネルギー部門への攻撃を続けている。ドローンがオレンブルクガス処理プラントを攻撃したと現地の知事が報告した。知事によると攻撃によりインフラが損壊し作業場の一つで火災が発生したが従業員に負傷者はいなかったという。 NASA の報道によると整流ユニットとタンクローリー付近で火災が発生したという。ガスプロムが所有するこのプラントは年間375億立方メートルのガス処理能力を誇る世界最大のガス化学コンプレックスである。施設は前線から1500km 離れた場所に位置する。続いてこちらの映像は石油精製所に対する攻撃の様子。こちらもやはり住民が撮影してインターネットに投稿しています。ドローンはサマラ州も攻撃した。こちらも現地知事が報告しています。年間830万トンの生産能力を持つロスチネフのノボクイビシェフスク製油所が攻撃を受け火災が発生した。一夜明けて火災が続いており住民が写真を撮影しています。製油所は前線から 1000km 離れた場所にあり1ヶ月前にウクライナ軍の攻撃を受けたばかり。今回の攻撃で製油所は一時的に操業を停止したとのことです。前回の攻撃の際にも原油の蒸留装置の一部が損壊し製油所も生産を停止していました。ロシア国防省の朝の発表によると国内11の地域と併合されたクリミア半島上空で45機のドローンが迎撃されたと報告されています。そのうち今回の石油精製所とガス処理施設に関連しては合わせて13機のドローンを迎撃したと発表されています。なおロシア国防省はこうした攻撃に関して砲撃が命中したというような話はしていません。被害が出ているのは迎撃した後に残骸が施設に落下したことによる被害だとしています。とにかくウクライナの攻撃は成功したという形にはしたくないのでしょう。なお私のチャンネルにおいてはウクライナによるエネルギー施設に対する攻撃の様子を連日のようにお伝えしていますがこの情報には抜けている部分があります。それは逆サイドロシアからウクライナに対する攻撃の様子については頻繁に取り上げているわけではないという点です。親ロシア派の人たちにしてみるとお前の言っていることは半分抜けているぞという形で批判の対象になるわけですが私自身はその情報についてあまり取り上げていません。なぜならばロシアによるウクライナ本国に対する攻撃特に内陸部に対する攻撃は一般市民に対する攻撃も多くその攻撃の被害については非常に悲惨な映像や写真なども多くあまり皆さんにお伝えすることができません。逆にそのような映像を出してしまうと私が YouTube の規約に触れてバンされてしまう危険性もあることからあまり取り扱うことができないのです。ですからそのような情報に触れたいと思う方は、個人で検索することをお勧めします。それらの情報の中にはロシア軍の攻撃によって亡くなっている人の写真や動画といったものも出てきますから、ある程度覚悟するようにしてください。そして全体の流れから説明すると現在はウクライナがロシア本国に対する反撃作戦を実施していますが2022年から数えた場合においてロシアが圧倒的にウクライナの内陸部のエネルギー施設や一般市民への攻撃を繰り返し行ってきました。ですからゼレンスキー大統領はこのような攻撃を続けるのであれば我々もそれに対して反撃するぞ、ロシアがそもそも攻撃をやめるんだというような呼びかけを行っていました。もちろんそのような呼びかけは全く無意味で言葉だけでなんとかなる相手ではありません。だからこそウクライナはロシア本国に対する攻撃を継続的に行うようになっているわけです。ただしここに忘れてはいけないのは最初の頃はそもそも反撃する手段がなかったということです。
2022年から2024年にかけてウクライナ側からロシア本国に対する攻撃は非常に小さなものでした。そもそも反撃の手段である大型の突撃ドローンそのものがまだ開発中であったり生産が軌道に乗っていなかったりしました。現在攻撃に使用されている飛行機型のドローンにしてもその生産が軌道に乗って現在のように連続的な攻撃ができるようになったわけです。このような手段を持たないと一方的に攻撃されてしまうという現実を私たちは見ておかなければなりません。そして現在においてもウクライナは地対地ミサイルネプチューンの射程延長版の製造なども始めていますし、また巡航ミサイルフラミンゴが射程距離が 3000km を超えるようになったといった点も反撃手段の拡充につながっています。もちろんこれもまだまだ生産が軌道に乗っているわけではありませんが、開発が終わったものの生産の増加といったものは0から1よりも1から5、10へと物事を発展させるという意味においては難易度は下がります。ロシアがウクライナに対する攻撃を続けている以上、ウクライナには反撃する権利がいつまでも発生し、それに伴ってロシア本国に対する攻撃を行うことに何ら批判の根拠はないのです。続いては長期にわたる戦いにおいて、じゃあこの後このままであればどうなるのかについて記事が出ています。ロシアの4州制圧は2030年6月、イギリス紙進軍ペース維持なら支配地域割合に変化なし。イギリスのエコノミストはウクライナ侵攻を続けるロシア軍が現在の進軍ペースを維持した場合、ロシアが一方的に併合を宣言したウクライナ東部南部4州の完全制圧は2030年6月頃になると試算した。全土占領は100年以上かかるとした。侵攻は2022年2月に始まり、同年秋以降は支配地域の割合にほとんど変化がない。同誌によると、ロシア軍が攻勢を強めた2025年5月以降に獲得した領土はウクライナ全土の 0.4% にとどまる。同誌は前線付近は無人機や精密兵器による攻撃のリスクが高まっており、ロシア軍がウクライナの防衛線突破に苦慮していると指摘。少人数を投入して徐々に前進することは可能だが、多大な代償を伴うと分析した。侵攻開始から今年10月中旬までのロシア軍の死傷者数を98万4000から143万8000人と推定。死者は19万から48万人に上るとの見方を示した。親ロシア派の人たちはウクライナ軍はもはや壊滅状態で前線は崩壊しているという話を時々好きにやってきます。ただし、そういうのであれば、ウクライナの首都キーウは1日2日で落ちたはずですし、現在でもそのような状況に変わりはないはずです。なぜならば、ウクライナ全土に高速もあれば、普通の道路もあるし、鉄道も走っているわけなので、誰も守る人がいないのであれば、1日もあればロシア国境からウクライナの首都キーウに到達することはできるのです。しかしそのようなことができないというのがまさに防衛線が機能しており、ロシア軍が全然進めていない現実を示しています。ただし今後の戦いにおける話として、じゃあどうなるかについては当然のように様々な要因が絡んできます。防衛の方が攻めるよりも圧倒的に有利であるといった状況そのものは変わらないわけですが、ロシアのプーチン大統領はそれでも構わず人海戦術をこれからも続けようとしています。だからこそこのチャンネルで何度も取り上げてきましたが、ロシア人の兵士で足りないのであれば、北朝鮮やキューバ、その他様々な貧しい地域の人たちを仮ダッシュでも前線へ突っ込ませようという考え方がロシアにはあるわけです。戦争の長期化といったものは結局のところ人間の命がいかに安く使い捨てられるかという現実を見せつけられるわけで、秩序の崩壊する世界といったものを目指すべきではありません。さて、先日トランプ大統領とプーチン大統領の電話会談が行われました。この電話会談でプーチン大統領はトランプ大統領を立てて、その結果としてトランプ大統領は、いや、トマホークミサイルはアメリカの防衛のためにも必要だよね、というような話をし始めて、ウクライナに対するトマホークミサイルの供与については話が大きく後退しました。さて、そのような電話会談の内幕として、このような話が出ています。ロシア、ドネツク割譲を要求。アメリカに停戦条件提示と報道。プーチン大統領がトランプ大統領との電話会談で、侵攻するウクライナでの停戦条件として、
東部ドネツク州全域の割譲を求めたと報じた。見返りに南部ザポリージャ州とヘルソン州の一部地域の支配を放棄する考えを示唆したという。ワシントンポストによると、複数のアメリカ政府高官の話としている。米ロ首脳はハンガリーの首都ブダペストでの対面会談を計画しており、領土問題が協議される可能性がある。ウクライナは一切の領土割譲に応じない考えを示している。ドネツク州はロシアが2022年に一方的に併合を宣言したウクライナ東部南部4州の一つ。現在も戦闘が続き、ウクライナはロシア軍が2025年内の完全制圧を目指していたが頓挫したと主張している。ドネツク州における戦いといったものは2022年の段階からずっと継続的に行われているものであり、先ほど紹介した記事にもあるように、この地域全域を制圧するにはまだ5年ぐらいはかかるだろうというふうに考えられています。つまりこの5年間の間における戦闘といったものを一気にスキップしたいというのがプーチン大統領の考え方というわけです。この地域における戦闘が継続的に行われることにより、防御施設を充実させる時間というものもウクライナ側にはあったわけです。戦争が長期化するということは当然のように、攻撃する側の意図といったものも守る側は分かってくるわけですから、ドネツク州を何としてでも落としたいんだなというのを伝われば、当然のようにドネツク州の守りも固められていくというわけです。なお、プーチン大統領は、じゃあドネツク州をウクライナから奪えばこの戦争が終わるかといえばそういったわけではありません。プーチン大統領はウクライナ全域の領土権もしくは勢力圏に収めたいと考えていますから、ドネツク州をもしも政治的に獲得することができれば、その後ろ側には要塞軍が存在しないわけなので、より戦いやすくなる、侵入しやすくなる、侵略がうまくいくぞということを考えて、取引材料としてドネツク州をよこせと言っているわけです。この辺りの話というのは、トランプ大統領だったらこんな馬鹿げた取引でも食いついてくるかもしれないとダメ元で提示している可能性があります。こういう伏線はなんとか潰れてほしいものです。ちなみに東部戦線から戦闘の様子が動画で公開されていました。こちらの映像ではロシア軍の戦車に対してウクライナ軍のドローンが何機も何機も突っ込んでいく様子というものが公開されています。以前だと一発でもう爆発炎上というような姿も見られたのですが、現在のロシア軍戦車は亀のように周りに覆いをつけることによってドローン一発で破壊されるといったことを防ぐようになっています。ちなみに亀戦車と呼んでいるこの防護方式なのですが、どんな形がいいかというものはロシア軍も試行錯誤の連続です。最新バージョンとして紹介されていたのがこちらで、かなり覆いを完全にまとっています。装甲がやられるのであれば、装甲の外側にもう一つの壁を作るんだという考え方は、原始的ではあるものの、現実的な対応として、これから他の国においても参考例として考える人は多いでしょう。大きなニュースに発展しなければそちらの方が良いというようなニュース。ザポリージャ原発で一時停戦発行、送電線修理へ。IAEA 発表、外部電源喪失から1ヶ月。国際原子力機関 IAEA は、送電線の損傷により、過去1ヶ月近く外部電源喪失が続いてきたウクライナ南部ザポリージャ原発の電源復旧のため、ロシアとウクライナが原発周辺での局所的な一時停戦に合意したと発表した。同原発に職員を派遣してきた IAEA の提案を双方が受け入れたという。 IAEA は送電線の修理作業がすでに始まったとも報告した。ザポリージャ原発をめぐっては、先月23日 IAEA が外部電源の喪失を公表。ロシア・ウクライナ双方は相手の攻撃で送電線が損傷したことが原因だと主張。これ以降、非常用のディーゼル発電機で電力を確保してきた。 IAEA のグロッシ事務局長は、同原発の計6基の原子炉は2022年から稼働を停止しているものの、依然として核燃料を冷やすための電力を必要としていると指摘。非常用ディーゼル発電機は決して持続可能な電源ではないとし、送電線の修理に今回着手できたことは重要な一歩だと評価した。ロシア軍による侵攻と占領以降、この周辺での戦闘の影響で外部電源喪失がたびたび発生。今回は10回目で、期間としては最長となっている。なお、ザポリージャ原発はロシア軍による本格的な侵攻以降、かなり早い時期においてロシア軍に占領されてしまいました。そこから基本的にはウクライナの前言としては使われておらず、またロシア側もあまりにも前線に近いため、この原発の活用といったものは行っていません。ただし、原発という非常に重要な施設ですから、
本格的な攻撃を受けないことを前提として、ロシア軍がこの地域の軍事物資を集積する場所として活用するなど、残念ながらこの施設がロシア軍にとって安全地帯と化してしまっています。それでいて現場にいる兵士たちに原子力発電所に対する重要施設だという認識が非常に甘いことから、施設職員に対する暴行事件が発生したり、重要物資の搬入に関してもこれを阻害するなど、施設の運営に大きな障害を生み出しています。原発事故が発生しないようにと IAEA などが監視には入ってはいますが、現状ロシアの管理といったもののあまりのずさんさにより、いつ状況が悪化するかというのがわからない状況です。おそらくロシア側としては管理がずさんになっているという自分たちの事情というものを棚上げした上で、もしも原発事故が起こればその責任をウクライナ側になすりつけるといったようなことを想定しているのでしょう。こういった取り扱い注意の施設に関してきっちりと管理していないロシアのかなり悪質さを示すものだと私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったらあなたの感想、コメント、評価ボタンのクリックぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。